こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ウィザーの2体目を倒しての凱旋、となるはずだったのですが、どうにも微妙な結果となってしまいました。ビーコン役立てられなかったです。まあビーコンなんて、所詮ただの建築材なのだしね。いえ、昔から思っていたんです。ウィザー戦を出ないと手に入らないビーコンは、きっとウィザー戦で非常に有用なのだと。今でもその考えは変わらず、多分前回はやり方がまずかっただけなんです。さて前回は、ゾンビピッグマンの怒りを解く方法を考えつつネザーを後にし、ウィザー地上戦に初挑戦しました。頭集めだけでも手間かかるので、過去にはミスは許されないと、地下通路での安全策で戦ったことしかなかったんですよね。それで真っ向から地上で勝負したかったと。おかげで空中を自由に飛ぶウィザーを拝めました。で、前回のプレイから考えたことは、まず最初に牛が襲撃された時はほんと意表をつかれましたが、その時すぐに、ウィザーは最寄りの生き物を追って攻撃する特性がある、と思いました。しかし、この馬が襲撃されていないんです。つまり、ウィザーのターゲットは最寄りの動物ではないのね。あるいは、ウィザーの索敵範囲が下方向には短いという可能性が残ります。で、ある程度接近してみたら、ウィザーが私に、というか私の近くの豚をターゲットにしたのでしょうね。で、豚襲撃後のウィザーは、最寄りの私を狙わず離れていってしまいます。そしてサバンナ大地まで追いかけたら、馬襲撃した後に、ようやく初めてウィザーは私を襲ってきました。テリーの真上に来たわね。なおこの時のウィザーはまだ体力が半分強化していて、接近戦モードになるのはここからです。以上から、動物を避難させたサバンナ大地は、意外とウィザーとの理想的な決戦場になるのかもしれません。つまり、下方向への索敵範囲が短い可能性が高いと。もし推測が当たっていれば、普通に動物がいる平地でも、空中に黒曜石で密封したアイアンゴーレムを設置すれば、身動きを封じられるかもしれないんです。ちなみに公式英語ウィキでは、アンデッド以外を襲うとの表記だけで、索敵範囲や襲う優先順位の情報は見受けられませんでした。さて、唐突ながらここで問題です。私は何を作ろうとしているのでしょうか。つまり、またレシピ忘れたのね。まあでも、1.12 からレシピ本なるものが実装されたらしいので、レシピで困るのは多分今回で最後です。前は意外と困らないとか言っていたわよ。そんなのただの負け惜しみです。さて、試作1号機。そして試作2号機は失敗で、試作3号機でオンオフの反転に成功し、さらに試作4号機で、粘着ピストンを実装しました。で、試作5号機で色付きガラスを取り入れたのですが、これは大失敗です。そもそもオンオフ反転する仕組みはいらなかったんです。つまり、引っ込めてどうするのよってことね。で、試作6号機で完成を見ました。まあいいのだけど、赤点灯するまで時間かかるの相変わらずね。単純にホッパー付きトロッコを増やしたら、点灯までの時間がマシになると思いきや、ぶつかってしまうんですよね。改良するにも手間かかりそうなので、1台の現状のままにします。さて次は、リード切れを期待しつつ、配送化の進み具合を見に行きます。ドアの仕様の理解が正しかったか、答え合わせね。時々思うのですが、私の場合は検証好きというよりも、限られた情報で予想を立てて、答え合わせをするドキドキ感が好きなのでしょうね。超ワクワクしています。で、闇詐欺の村に来てみると、北東の家の近くに村人がいるものの、どうも若干ながら今までよりも散らばり具合が広いような。まあ分布的にはね。これは家だけど家じゃなくなりましたでしょうか。
村人をどんどん村から遠ざけていったら、村人は村に戻ろうとする様子はなく、子供ゾンビに襲われて結構慌てました。何をやっているんだか。さらに遠ざけてみたところ、この距離ならさすがに確実です。つまり、家なのに家じゃなかった状態にするには、ドア前後5マスの直射日光を遮るだけではダメで、チャンクの再ロードか何かが必要だったということね。さらに日暮れを待ってみましたが、家路ダッシュ現象は確認できませんでした。もう間違いないでしょう。廃村化達成です。それはいいのだけど、本当に村人は保護しなくてもいいの？保護の対象は闇詐欺の村です。仮に村の住民を守る意図を持っても、すでに彼らは住民ではないので保護対象になりません。なので、もう松明外しちゃってもいいですよね。ピラミッドが完成した暁には、やはり名実ともに闇の村から景色を眺めてみたいです。さて、毎度のネタバレをする必要はありませんでした。もう検証できる機会は限られているのに残念です。今後拠点を離れるタイミングはウィザー線くらいで、ビーコンが揃い次第、最後の建築にかかります。なおおまけ目標については、4のビーコン4連装起動は最後の建築の際、2のピラミッド表面の湧き潰し確認は建築後に行います。で、ラバ脱走計画で新たに何かわかるかは、正直運だのみでしょうね。4ビーコン揃い次第見限ることになりそうです。さて、そして最後のウィザスケ頭集めに着手する日が来ました。が、予想外にも停止中はピラミッドが伸びてこないです。そういえば前回試すと言っていたわね。一応再度お話ししますと、ワールド生成中が重くて収録ソフトが拾いきれず、収録データの音と映像が数十秒間ずれてしまう現象で、長年苦しめられてきました。主に動画編集でね。で、ダメかと思っていたら、訪れしていないです。ついに訪れさようならです。となると時々起こるプレイ中の訪れも、ラグが生じた直後にちょっと止めたら抑制できるのかもしれません。さて、では最後のウィザスケ頭集めに出発です。遠出は最後となるでしょう。いよいよこの企画も本当に終盤ね。あと数話で最終回となりそうです。まあ色々ありましたし、反省点が多い連載ではありました。初の地上企画で目新しい事柄に惹かれながら、複雑なこの企画をこなすのは、振り返ると正直無理があった感があります。で、以前、企画本誌を軸にした総集編を作りたいとのお話をしましたが、かかり始めて手こずっています。さてまあこの辺りから、少々進んで10秒ほど止まっての、ゾンビピックマンの怒りモード対策をしながらネザー要塞に接近します。で、先ほどの話ですが、総集編制作が手こずる原因の一つは、プレイ当時と今の知識経験のギャップです。今ならこうプレイするのに、と思い始めると作りづらいんです。もう一つは、本誌を軸に考えを盛り込もうとしたら、どうしても動画が長くなってしまうんです。コンパクトにまとめられないのね。さて、長年悩まされていたゾンビピックマンの怒りモードの解除は、無事になんとかなりました。ネザー内を一定方向に逃げ続けるで、正解だったようね。と、矢が減ってきたので無限の弓を持ってきたのですが、うっかりしてました。全部しまっちゃいけません。で、ここからがやばいです。ネザー要塞に入ってわずか2体目で頭がコロッと出てしまいました。運がおかしくなっているわね。ウィザー戦前の、ネザー要塞から離れ際にゲットしたばかりなんですよね。こうほぼ連続で来るときは、嫌な予感しかしません。つまり、ここからウィザースケルトンを永遠数える作業が続くのね。いえ、その作業の始まりはここからでした。ちなみに、ここでゾンビピックマンの声に警戒して距離を置きましたが、特に何もありませんでした。ともかく、このウィザースケルトンを1体目と数えます。そして、数えるのを諦めた、だいたい1時間後に、再び怒りを誘ってしまったようです。数えなさいよ。まあだいたい40体くらいだったと思います。
そしてネザー要塞から離れたところで今回はここまでです。それにしても、なんで最後の一つはいつもこう大変になるのでしょうね。いつもの宿命だからよ。というわけで、次回で頭が集まるかは不明です。多分大丈夫だと思いますが。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。